はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。12月20日に、YouTube ライブをする予定です。夜の8時から。これは来年のエネルギー重要なポイントを少しお伝えするのと、あとカペラノートのね説明をしたいと思います。使い方説明ですね。製本版はもう完売になってしまったんですけども、PDF 版がありますので、もしご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。天秤座さんの来年の流れ書いてあります。いっぱいはい、その補足説明していきたいと思います。お願いします。もちろん PDF 持ってないという方もノート持ってないという方もそのライブだけ参加していただいても全然嬉しいので、行ける方はよかったら参加ください。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。今年最後ですね。ワンドの10、ワンドの2の逆、カップ2、カップ10逆、ジャッジメント逆、ワンドナイト逆とデビル逆。気をつけることは対策がペンタクスのキングとワンド5、そしてオラクルがペンタクスの9です。ステージが1個上がるよみたいな感じがしますね。まず12月15日が満月なんですね。でこの満月っていうのは双子座で起こるんですけども、天秤座さんにとってはこれは非常にプラスに生かせる前も言ったかもしれませんが、ヨットの帆がバッと伸びて進んでいくみたいな感じのエネルギーに使えます。とてもいいと思いますよ。これは後ろから押される風が来るっていう感じですね。でもともと満月っていうのは非常にちょっと緊張状態の感情が一番高ぶりやすい時なんですよね。でただ15日っていうのはなんかこう物事が広がるとか動くとか大胆にいくみたいな、そのエネルギーが非常に強いピークの時なので、例えばいやもう絶対私は海外旅行に行くとかですね、なんか思わぬすごい大きな動きをしようとするみたいな感じがあるかもしれません。でそうやって可能性を広げていくっていう分には全然いいと思うんですよね。ただ不安だとかなんか混沌としたエネルギー、現実ではない想像上の不安な材料にエネルギーを注いで大きくするのはしないようにしてください。でその後16日から逆行していた彗星がやっと順行に戻るんですね。でこれによって非常に16日以降っていうのはこう自分が決めたことっていうことに前向きに進んでいけたりとか、こう物事をね決めた通りにやっていきやすい、計画が立ちやすいっていう形になると思います。そして21日からこうスポットライトの当たる分野がまた変わるんですよね。21日までっていうのは非常にフットワークが軽く好奇心が旺盛で横のつながりも多いよねとか、人とのコミュニケーション活性してますねなんですけど、21日以降っていうのは少し自分の内側に入っていきましょうとか、自分の心を整えましょう、家の中に光が入る、自分の心に光が入るということで、何かこう動くというよりもしっかりとどっしりと整理しましょうみたいなエネルギーになってきます。心が定まるっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。それまで揺れていたけれども心が定まり出すっていうのは21日以降かもしれません。そして31日が実は新月なんですよね。大晦日に新月っていうことで、この新月に関しては天秤座さんはものすごくいいこう整理ができる。やっぱりこうしよう、もうこうした決めますみたいな形で、来年はこうする、1月はこうするみたいなのがはっきりと自分の中で答えが出るっていう感じがします。そしてカードで見た時に全体的に言われているのはやっぱりペンタクスの9なので、非常にこのチャンスの中にいるっていう感じです。何か自分のステータスが変わるとか、こう状況が変わる、経済的にもだし仕事的にもだし、何か自分の精神的な状態っていうのもこう今までのレベルとは上がるんだなって感じがありますので、それとてもいいことだと思うんです。ただ入り口がワンドの10ということで、やっぱこれまでね自分が抱えてきたものが多いんだなって感じがするんですね。これはお仕事じゃないでしょうか。仕事でやっぱり自分しか分かってないから自分が全部見なくちゃとか、ちゃんと手をかけなくちゃっていうことで、自分がいつの間にか気づいたらたくさんのものを抱え込んでいたっていう感じがあり、それを自覚して手放していくっていう流れがこの後半みたいですね。で協力者もいたでしょうし、
いろんな声かけてくれる人がいたのかなって感じがしますね。こうお仕事を通してなのかな、こんなことしてみませんかとか、これどうですかみたいな、それに対してやっぱり乗っていきたい。天秤座さんはやっぱ調和が好きですし、うまいですから、せっかく声をかけてくださったのであれば、そこに応えたいとかっていう意味で、こう誰かと協力をして、すごく感情のシェアができた、思いが一緒だわとか、なんか盛り上がったりとかしたのかなって感じがしますね。ただ何かを進めていくっていう分には多少のリスクがあり、そのリスクをしっかりと考えていたっていう感じもあります。なので仲良くもしてるし、いい情報交換もできているけど、冷静に物事を見ていたんだって感じがあります。そしてここでカップの10の逆が出ているので、やはりこの絵に描いた餅にならないように自分でも気をつけていますっていう感じかもしれませんね。中にはここでカップの2とかが出てると、すごくなんかいい人間関係があったり、いい話があって、これはまさに理想だねみたいな、すごく楽しい感じだと思うんですけど、でもそれはそれですごく楽しいけど、でもこの人と別に結婚するわけじゃないんだとか、この人と一緒にビジネス展開していくわけじゃないんだみたいな、何かこう一つ何か冷静になることがあったのかなって感じがします。嬉しいし楽しいしいいんだけど、非常に冷静っていう感じがします。だからこそここでジャッジメントの逆っていうのが出ていて、自分がやりたかったことそのまんまそのものを誰かが提供してくれるわけじゃないんだっていう気づきがあるっていう感じですね。なんか自分がこれが欲しいって思ってそのまま 100% その理想が来るわけじゃなくて、なんか来た話や来た人っていうのがうわすごくいいなって夢が広がるんだけど、これなんか私が思ってたのと違うなみたいな感じで結論を出しそうだなと思ったんです。それはそれでいいんですけれども、もしかしたらその違う形によることのメリットっていうかいいこともあるかもしれないので、あまりこう切り捨てるみたいなね感じで、これは違うみたいな、理想と違うから違うみたいな感じにせずに、こう融合することによって生まれる可能性っていうのも見ていってほしいなっていう感じはします。そしてなんか最終的にやっぱデビルの逆が出ているので、何か自分のこだわりを捨てるっていう感じなんですね。この入り口が自分が抱え込みすぎているっていうことがあるので、この抱え込みすぎていた役割とか責任とかやっていたことを手放していくっていうのももちろんとてもいいですし、ただそこに至るまでの何かこう誰かとの関係において生まれた夢のような世界っていうものが現実的に見えてきて、違うんだみたいに思って、ちょっと夢物語はやめようみたいな感じかもしれません。ちょっともうちょっと見てみようかな。なんかこれ以上自分のエネルギーや労力を無駄遣いしたくないんだって感じがするんですね。それはもちろんご自身で調整してくださいね。ここでやっぱ女教皇が出ているので、本当に自分にとってここからエネルギーを注ぐものっていうのは、自分にとってこれが私の使命だと思えるようなものに注ぎたい。でも現実はやらなきゃいけないことたくさんあるし、やっぱりこう経済的なものっていうものもキープしていかなきゃいけないし、こう何を残して何を継続しながら新しいものを取り入れていくかっていうことをちゃんと考えなくちゃいけないんですみたいな。その上ではもしかしたらもう昔から願っていたことだけどそれはやめますみたいな、何か手放しとか執着を手放すっていうことがあるのかもしれないですね。はい、その上でちょっとお仕事のことを見させてください。仕事ね。どうなんでしょうかね。この12月の前半に何かこうご自身の中でこうカチッとこう何かね変わるみたいなこととか、嬉しいこととかチャレンジしたことがあったんでしょうか。そのチャレンジしたことがうまくいかなかったってことではないんですよ。うまくいかなかったとご自身の頭では想像しそうですけれども、もう出会ったことや起こったこと自体がもう運に乗ってるということであり、そこから生まれたものがあるはずなんですよね。そこから何か軌道修正したものがあるはずで、それがゆえに手放せるものや気づいたものがある、不必要なものが分かったっていう感じです。なのでお仕事もちょっとどうなんでしょうね。仕事ワンドのクイーンが出てます。ペンタクルスのクイーンも出てきました。そしてカップのページですね。お仕事に関しては人との付き合いというかね、人との関わり多いなって感じがします。そして十分にこれまで関わってきた人たちとのやり取りの中で自分は学んだよっていう感じがあり、もう
人とのやり取りや摩擦の中で感じたこともあるし、自分が提供できるものは何だとか、人から自分が受け入れられる需要は何だとか、なんかそういうのも全部分かってますよみたいな感じがします。なのでお仕事っていうふうに見た時に人間関係がキーなんだなっていうふうに思いますし、人間関係をうまくやっていく術っていうのはもうすでにもうね、天秤座の皆さんあるなって感じです。なのであえて仕事っていうのでいくと、新しい可能性っていうものは見えてきそうなんですけれど、すぐに結果とかすぐに何かではなく、自分が持ってないものを持ってる人たち、技術だったりとか感覚っていう、その自分とは違う感覚の人と関わることによって仕事ってうまくいくのかなって感じがしますね。なので仕事なんか借り入れ時ではないって感じなんですよ。今は人を見る、仕事を通して人を見るって感じがしますね。人はいいです。このチームでやるからこそ生まれる可能性があるっていう、その可能性が見えてくる時って感じがしました。人間関係見てますね。死神の逆、ワンド10、カップ S ということで、ここでもやっぱりまたねワンドの10が出ているので、ワンドの10が2枚出てきているということは、よっぽどね気づかないうちに自分が抱え込みすぎていたなっていうことに気づいてねっていうメッセージだと思いました。特にそれが人に対してやりすぎていた、自分を犠牲にしてでも相手を優先しすぎてたわとか、無理してたなっていうことに気づくのかもしれませんし、再生というカードが出ているので、ダメだなと思った関係がもう一度復活するって感じがします。それが前と同じやり方ではなく、自分の喜びや感覚、その瞬間のっていう感じですね。長く続けてきたからいいとか、過去にこうだったからこうじゃなくて、今この瞬間の自分の喜びに忠実になることで新たな関わりができますよっていう感じがしました。それはその他者に気を使いすぎたりとか無理をするという形ではなく、なんか純粋な関わりって感じがしますね。純粋な関わり。ちょっと最後に恋愛はまた別で見ますのでね、最後にオラクルカードを引かせてください。天秤座さんどうでしょうか。コンシャスステップというカードが出ました。このカードを見て何かしらね感じることがあれば、メッセージご自身の直感を使って受け取ってみてください。もうこれ本当よく出てくるカードなんですけど、意識的に一歩を踏み出しましょうみたいな、本当に自分が望んでいたもの、欲しいものに対しての一歩を踏み出しましょうって感じがしましたね。何かステージが変わるっていう時ですから、勇気を持っていってくださいね。ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、いいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。